皆さんこんにちは。こんにちは。今回紹介するのは軍事兵器ではないのですが、第二次世界大戦後、ソ連で開発されたとてもユニークな車両です。珍しく兵器紹介やないんやな。いつも一緒な内容だと面白くないからね。でも一応、戦争が理由で作られた車だよ。それでどんな車なん？ユニークな点として、なんと国から車がもらえました。国から車もらえるってそんなことあるん？では、紹介していく前に、一体どのような車だったのか、先に写真を見ていきましょう。こちらです。あれ、めちゃちっちゃい感じやん。詳しい内容は後から紹介するのですが、この車は SMZ-C1L と呼ばれていたもので、後に開発された改良型を含めて、合計で36,000台余り生産されました。でもなんで無料で配ったん？正しくは無料、もしくは相当安価な価格で購入できた車両でした。ではなぜ、ソ連は国民に車を渡すようなことを行ったのでしょうか。実はこの車両、第二次世界大戦に動員された兵士らの生活を支える車として開発されました。生活を支える？第二次世界大戦、ソ連国内では400万人余りが動員され、腕や足を失った人が数十万人もいたそうです。数十万？これは諸説あると思うのですが、いずれにしても多くの国民が不自由な生活を余儀なくされました。当時ソ連国内では今のようなバリアフリー化もされていなかったため、ソ連政府は手足がない不自由な体の人に対して運転しやすい車を開発。それがこの車ってことか。そういうことになります。では、どのような車両だったのか、スペックを紹介していきましょう。SMZ-C1L はセルプホフ自動車工場が1952年に発表。以降、1958年にかけて生産していた車両です。重量は 275kg。めちゃ軽いやん。全長は約 2.6 メートル、幅 1.4 メートル、高さは 1.3 メートルでした。遊園地にあるような車両サイズやな。一応2人乗りですが、大人が乗るには相当窮屈だったと考えられます。こんなん大人がギリギリ乗れるようなサイズ感やない？車両形状としては3輪の車で、フロントに大きいヘッドライトが1つついていたことから、ソ連ではサイクロプスと呼ばれていたり、身体障害者号、インバリードカとも呼ばれていたそうです。なるほど。この車両のユニークな点はいくつかあるのですが、まず、手足がない人でも運転できるように、一般的な丸いハンドルではなく、バイク用のハンドルを搭載。両手で操縦できる気泡型から、アクセルやブレーキ操縦を左手で行う S1L 大型、右手で行う S1LOL の3つのタイプが生産されていました。そこら辺はちゃんと開発しとるんやな。ではこの車両、実際の乗り心地はどうだったのか。流れ的に突っ込みどころはここからや。これがまたとんでもないポンコツでした。来たで。これは、ロシア政府系メディア、ビヨンドに記載された内容なのですが、生産コストが安く抑えられたせいで、乗り心地は悪かったそうです。まあ無料で配られた車両やし、そこはある程度仕方ないで。例えば、前輪が一つしかなかったため、安定性が悪く、急カーブを曲がると横転することがしばしばあったそうです。ちょい待て、それ完全に交通事故やん。この記事には、当時車両を使っていたという隣人の話が取り上げられており、運転していた隣人は体格が良かったこともあるのか、地面のくぼみにタイヤを取られるたびに横転していた、とも話しています。これ想像以上にやばいで。まあ無料で配られた車両やし、そこはある程度仕方ないで。全言撤回や。また、何度か車を押してエンジンの始動を助けたことを覚えている、とも話しています。エンジンもまともにかからんのか。問題は、この動力周りにも存在しており、搭載したエンジンがわずか4馬力しかなかったため、最高速度も時速 30km しか出ず、坂道を登るのは難しかったそうです。4馬力って原付バイク並みなんやない？私だったら16気筒60リッターのイキリエンジン乗せるんだけどな。どうしちゃったんだろう。それゲームの話やん。しかし、そんなポンコツも、ポンコツ言うな。いやポンコツか。C1L のエンジン周りを強化した、よく似た C2L をこっそり開発。試作はされたものの、これは大量生産されず、より強力なエンジンを乗せた S3L を1956年から58年まで生産していたそうです。ちなみに生産数は、初期型の S1L が 19,128 台、こちらのエンジン改良型となる 3L が 17,053 台となっています。たった3年くらいで17,000台も生産したんか。
この 3L は S1L とほぼ同じで2倍の8馬力エンジンを搭載したモデルになっていました。ということは、あの不安定な三輪はそのままということやな。ちなみに、最高速度も2倍の時速60キロになっていたそうです。これで60キロも出すのは怖すぎや。もちろん、三輪特有の不安定さは認識していたらしく、1958年から70年にかけ、3L の発展型となる 3A が生産されました。4輪になったで。この車両のサイズは、全長は 2.6 メートル、幅 1.3 メートル、高さ 1.4 メートルになりました。一緒じゃないかい。草。ちなみにエンジンについても8馬力と多分 3L と同じものが搭載されていました。一方で車両重量は 150kg も重い 425kg となっていたそうです。8馬力で 425kg の車動かすん。人が乗ったら 500kg 近くなるで。詳細は不明ですが、従来型とは異なり、交換で作られたフレームとオールメタルボディが採用されたことで、このような重量増加につながったらしく、500kg 近い重量を8馬力のエンジンで動かすには、出力が不十分だったそうです。そりゃそうや。問題なのは、この重量増加に伴い、製造費用と製造時間も増えてしまったそうです。ちなみに、この 3L にも、不自由な手足に合わせた車両が開発されていましたよ。いろいろ問題はあるけど、国が車両を作って、障害がある人に配っとったのは知らんかったわ。そこなんだけど、実は同じようなことをイギリスがやっています。そうなん。というかイギリスが先です。ちょい待て。急に雲行きが怪しくなってきたで。これはイギリスのインバカーと呼ばれていた車両で、1948年から77年まで生産していました。車の見た目がそっくりや。というか、こっちの方が質感良さそうやで。この車両については、イギリス年金賞が戦争で負傷した障害者も含めて無料で渡していたそうです。これ発想も同じやん。仮にそうだったとしても私はすごくいいことしてると思うよ。すごい。ここで不自然に持ち上げる東北ずんこ。では最後に、ソ連側の車両は、どのように入手できたのか、費用などの面についても紹介して上がります。詳細な資料はないのですが、一部情報によると、SMZS3D という、先ほど紹介した 3A の後継モデルは、1980年代末時点で、1台あたり1100ルーブルの価格だったとされています。これは、当時の一般的な年金受給者が、月80ルーブル支給されていたことを考えると、約14ヶ月分の値段でした。ということは、それなりの額はしたんやな。ソ連でも、この車を受け取るには基準が設けられていたらしく、例えば、第二次世界大戦の退役軍人障害者や年金受給者の中で障害を負った人、また、戦後に負傷し、障害を負った軍人も、基本的に無料で受け取ることができたそうです。体が不自由な軍人で収入が少ない高齢者に配られたって感じか。それ以外の若い障害者や交通事故等で障害を負ったような人については、車両価格の約 20% となる220ルーブルを支払うことで入手することができたそうです。これはええやん。ただ、このような人の場合は、申請から受け取るまで平均で5年から7年ほどかかったと言われています。はい？それ事実上無理って言ってるみたいなもんやん。つまり、主に元軍人や不自由な年金受給者に優先して配られていたということになりますね。この SMZS3D や、さらに、その後継型となる SMZ3E については、1970年から1997年にかけ、合計で23万台余り生産されており、いろいろと問題はあったものの、多くの人が利用していたということは事実のようですね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。